さてと、みのりは？指の先まで意識しながら、ここは太陽をキャッチするみたいに空に手を伸ばして。やっぱりうまくできないな。腕の伸ばし方なのかな。はるかちゃんの動きはあんなに綺麗だったのに、やっぱり私のはなんかぎこちないみたいな。やっぱりサビのところが課題だと思ってるみたいね。ほんと、みのりはいつも人一倍一生懸命ね。よし、もう一回。やってるわね、みのり。愛梨ちゃん、もう帰ってきたの？ちょっと気になることがあってね。頑張ってるみたいじゃない。やっぱり初めてのワンマンライブで見に来てくれたお客さんをがっかりさせたくないし、だからやれるだけのことはやろうと思って。そう。そうだ、よかったら愛梨ちゃん、私の引っかかってるとこ見てくれないかな。それで気になるところがあったら教えてほしいんだけど。いいけど、私の指導は厳しいわよ。もちろん、どんなダメ出しでもどんと来いです。それならいいわ。やってみて。で、ここは手の角度ビシッと。うん、悪くないわね。ちゃんと綺麗に見える角度になってるのは自主練の成果かしら。次はこうやって流れるように。ここがみのりが一番気にしてるサビの空に向かって手を伸ばすところよね。あら？この動き、もしかして。こうかな。もっともっと太陽に手を伸ばすようにって感じなんだけど、どうだった？ちゃんとできてたかな？そうね。振りは完璧だったわ。ほんと？でも、表現が全然ダメ。そんな、これならって思ったのに。みのりが頑張ってることは認めるわ。自分のダンスが何か違うと思って分析して変えようとしてることもいいことだと思う。でもね、ただ真似をすればいいってわけじゃないのよ。真似って？もしかして無意識なのかしら。でも影響されてるようには見えたわね、はるかのダンスに。さっき踊ってた時、はるかちゃんの動きが綺麗だなって思ったから。まったく、昔の私とそっくりね。愛梨ちゃんと？愛梨ちゃんも誰かの真似をしようとしたことがあるの？そうよ。私は意識的にだけどね。そうなんだ。愛梨ちゃんが真似しようとするなんてすっごく上手な人だったんだろうな。その時はそうでもなかったかも。むしろ歌もダンスも私の方ができてたわ。じゃあなんで？その子が私にはないものを持ってたからかしら。愛梨ちゃんにないものを？ええ。私はずっとその人みたいにキラキラしたアイドルになりたかったの。あれは私が研究生になったばかりの頃、やっと手に入れた夢の切符、研究生としてのスタートを切り出すオーディション。それに受かって、さあこれからトップアイドルの道を踏み出すぞって時に、話題をかっさらっていった子がいたのよ。ありがとうございました。またよろしくお願いします。宣材写真の撮影ってこんな風にやるのね。昨日鏡の前で何度も練習したけど、うまく撮れたかしら。確認したいけど
ひよっこの私があんまり口出すのは。へえ、昨日チアでのオーディションがあったことは知ってたけど、そんな子がグランプリ取ったのね。確かにチアでは事務所の看板だし、そのオーディションでグランプリを取るなんて絶対すごい子だろうけど、今日は研究生の撮影の日だっていうのに、何なのよこの空気は。劇場ならすぐそこじゃない。トップアイドルを目指す上でライバルになるかもしれないし、そんなに話題になるような子なら一回会っておきたいわね。よーし、そうと決まれば。ここね。今は休憩時間かしら。ちょっと忍び込んだみたいになっちゃったけど、その日の森って子はどこに。あの子が今回の。すごい、こんな子がいるのね。いるだけで光が当たってるみたいな存在感。明らかに他の子たちとは違うわ。できるのかしら。あんな子と同じ世界で私は。初日から何弱気になってるのよ。やっていけるとかいけないとか、そういうことじゃない。アイドルはハートが大事なんだから。見つけたわ。あんたね、今回のオーディションでグランプリ取った日の森雫ってのは